こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回の展示を企画しました大谷と申します。今日は北脇昇という画家についてご紹介します。皆さん北脇昇をご存知でしょうか。東京国立近代美術館では彼の作品を油絵からスケッチに至るまで合わせて162点所蔵しています。1997年にはこのような大きな展覧会も開催しています。けれどもここのところなかなかまとまった数の作品をご覧いただく機会がありませんでした。そこで今回はおよそ40点展示しまして、改めて北脇昇という面白い画家がいたことを多くの皆さんに知っていただきたいと考えたわけです。北脇昇は1901年に名古屋で生まれて少年時代に京都のおじさんのところに引き取られました。そして京都で絵の勉強をして1930年代40年代の京都の前衛美術運動の中心人物として活躍しました。不思議な幻想的な絵もあれば絵というよりも図形のような作品もあります。ちょっと見た感じ難しそうに見えるかもしれませんけれども、絵をよく見て考えてそして読み解いていく楽しさが詰まった作品ばかりです。今日はその中からいくつかをご紹介したいと思います。それではどうぞ。まずはこの作品です。何が書かれているでしょう。手前に羽の生えた SF 的な飛行機のようなものが2つあります。遠くにもありますね。そして、暗い空には雲が出ていて月を隠しているように見えます。でもよく見てください。雲のように見えますけれども実は朽ちて節穴の開いた木の板のようなものですね。そして先ほどの飛行機のようなものも実はこれは楓の種です。皆さん楓の種見たことあるでしょうか。今回は参考までに実物の種も展示しています。楓の種というのはこのように羽がついていまして風が吹くと遠くへ飛んでいきます。そしてそこで新しい芽が出るという仕組みになっているんですね。北脇はこの面白い種の形そして、空を飛ぶという機能に着目して楓の種を飛行機に見立てているわけです。日本には伝統的に見立てという文化がありまして、それは例えばですね京都のお寺とかに行きますと立派な庭があります。そこでは白い砂と石を組み合わせて、一つの景色が見立てられていたりするわけですけれども、北脇は京都に育ちましたからそうした見立ての文化に親しんでいたわけです。それを新しい形で応用してこのような絵を描いたというふうに考えることができます。でももしも飛行機に見立てたんだとしたらどうして飛んでいるところを描かなかったんだろうというふうに疑問に思うかもしれません。実はこの絵はですね最初に発表された時3部作でした。一つはこの空港に止まっている絵です。そしてもう一つはですね、今行方不明なんですけれども実際に空を飛んでいるところの絵もありました。そしてもう一点がこの隣に展示してあります。この作品ですね。この作品ではなんと楓の種の飛行機が火を吹いて墜落しています。これはどうしたことでしょう。このヒントはですね、この作品がいつ描かれたかということを考えると分かってきます。ここにですね1937年と書いてあります。日中戦争の始まった年ですね。この年の7月に戦争が始まります。そしてこの絵が発表されたのは9月なんですね。そうするとこの絵は戦争と関係があるのではないだろうかというふうに想像がつきます。そして当時の新聞を調べていくとですね、こういう記事がありました。日本の戦闘機がですね中国で撃墜されてしまうんですけれども、そのパイロットはですねパラシュートで脱出しないでですね、仲間の飛行機にハンカチを振って別れを告げてそのまま墜落していったっていうんですね。それが軍人らしい潔さだということで、当時ニュースになったんです。で北脇はそのニュースを新聞で知ってこの絵を描いたということが分かっています。ですので、この飛行機にですねハンカチが描かれているのはそういうエピソードに基づいているということが分かるわけですね。そして、北脇は楓の種をただの飛行機に見立てたんではなくて戦闘機に見立てたんだっていうことが分かるわけです。でもそうした制作の背景にある当時のことっていうのは現在の私たちは絵を見ただけではなかなか分からないですよね。けれども
ただの幻想的な絵ではなくて何か不穏な雰囲気があるっていうことは絵を見ていただくと分かると思います。そしてその不穏な雰囲気は何に由来するんだろうということをいろいろ調べていくと、そうした、当時のですね、戦争という難しい状況の中で北脇がいろいろなことを絵に込めようとしていたんだということが分かってくるわけですね。そうした実験精神をぜひ知っていただきたいと思います。では次の作品に行ってみたいと思います。この作品には北脇が当時やりたかったエッセンスが詰まっているように思います。どういうことかというと、ここに菜の花が描いてあります。そして左の方から光が当たってこちら側の壁に影が映っていますけれども、ここが人物の横顔のように見えると思います。これ実はですね、ゲーテの横顔なんですね。ドイツの文学者で科学者でその他いろいろな分野で活躍した人ですけれども、日本では1930年代にゲーテ全集が出版されていました。これがそうなんですけれども、この表紙が実はですねこのゲーテの横顔なんですね。ここから撮っているようです。そして北脇はですねゲーテの自然科学の研究に非常に関心を持っていました。そして熱心にノートに書き写したりしています。この作品の題名「形態学のために」と言いますけれども、この題名も実はゲーテの論文からそのまま取っているんですね。そして、ゲーテの論文の方を読んでみますとですね、こういう挿絵があります。そうすると北脇の絵の中にもこの挿絵が使われているということが分かるんですね。ただ、北脇の絵では非常に派手な色で描かれています。実はこれもですねゲーテの色彩論に基づいて、北脇が色紙を使っていろいろな効果的な配色の研究をやっています。それをもとにしてこのピンクと青という非常に鮮やかな色彩が使われているんですね。ではどうして北脇はゲーテに関心を持ったのかということなんですけれども、ゲーテっていうのは非常に細かく自然を観察してですね、その移り変わり、例えばですね植物の種から芽が出て花が咲いてそしてまた種になるという、そういうサイクルですね、そういう法則を見つけ出していく、そういうことをやりました。北脇はそういう部分に関心を持ってですね、そして北脇が生きた時代、戦争の時代ですね、先がどうなっていくかわからない、そういう社会の中でゲーテのような態度で社会を見つめてみると、そこにはひょっとしたら何か法則があるかもしれない、そしてそれを絵で表すことができたら世の中の役に立つかもしれない、そういうふうに北脇は考えたらしいんです。もう一度この絵を見ていただきたいんですけれども、菜の花の地上の部分と地下の部分が白い箱のようなもので区切られています。で地上の部分っていうのは私たち普段見ることができますけれども、地下の部分っていうのは普段は見ることできませんね。けれどもこの絵では根っこの部分まで描いてあります。しかも箱の中に丸い窓のようなものが描いてあって、そこにですね菜の花の成長過程が一つ一つ図で示されているんですね。これはちょうどですね虫眼鏡のレンズで覗いていくようなイメージだと思います。つまり普段私たちが見過ごしているようなものをですね改めてレンズを向けることで気づかせてくれる。そして芸術家の役割っていうのもまさにそういうレンズのようなものなんじゃないかっていうふうに北脇は考えていたらしいんですね。ですから、北脇の絵っていうのはちょっと見た感じ幻想的に見えるかもしれませんけれども、実は極めて科学的な態度で描かれています。そうした態度で描かれたもっと突き詰めた作品を次に見てみたいと思います。この作品ですね、先ほどの絵と比べて記号的な要素が増えていると思います。そして題名もですね収益乖離図乾坤というなんか難しそうな題名です。けれども先ほどの絵で菜の花の地上の部分と地下の部分が分けて描かれていたことを思い出してください。この作品でも芽の部分とそれから根っこの部分が上下に分かれて描かれています。他にプラスとマイナスの記号ですとか、それからカラフルな色の帯があります。そしてこういう記号は皆さんご存知でしょうか。これは易の記号ですね。易というのは皆さん、占いをイメージするかもしれませんけれども、もともと古代中国では易というのは、陰と陽に自然現象を分けてそれを体系づけてですね、その移り変わりを見極めていこうとする一種の自然科学だったんですね。この横にまっすぐ伸びているのが陽の印です。
そして途中が途切れているのが陰の印なんですね。それを6段重ねて、駅の記号にします。でこの絵で面白いのはですね、この陽の印と対応するように赤、オレンジ、黄色という暖色、暖かい色、そして、この陰の印と対応するように緑、青、紫という寒色、冷たい色が組み合わされているということなんです。これはですね、実はゲーテの色彩論に基づいているんですね。ということで、この作品は易という東洋の自然科学とゲーテに代表される西洋の自然科学が一つに結びつけられているということができます。じゃあそれで一体何を表そうかとしたかということですけれども、画面の上はプラスで目が上に伸びていきますね。そして画面の下はマイナスで根っこが下に伸びていきます。でも画面を分割する線はまっすぐではありません。左右でお互いの領域にはみ出しています。これはどうしたことでしょう。そこで、こういうものを皆さんご覧になったことがあるかと思いますけれども、液で使われる印ですね。液では陰と陽の気がお互いに混ざり合おうとした時に世の中の調和が取れるという、そういう考え方があります。でこの作品もまさにそういう考え方に基づいて描かれているんではないかというふうに考えることができます。そうしたことは自然現象だけではないんですね。人間社会についても同じことが言えると思います。どういうことかというと、上に立つ人、それから下にいてそれに従う人の関係ですね。その意思疎通もうまくいって初めて世の中がうまくいくっていう考え方もできると思います。北脇がこの絵を描いた時代は戦争の時代でした。そういう時に、上からの命令が絶対だったわけですね。でもそれだけではきっとうまくいかないでしょうと。下にいる人間の意見もちゃんと上の人の耳に届かないと世の中はうまく回っていかないんじゃないですかっていうメッセージが実はこの絵には隠されているんではないかっていうふうに解釈することもできると思います。そうしたことはなかなか絵を見ただけでは思い至らないかもしれませんけれども、液っていうものをどんどん調べていって、そして加えて北脇がこういう絵を描いた時代のことを合わせて調べていくとですね、だんだんその北脇の表したかったことに近づいていくことができると思います。今日最初にご紹介した空港とか空の決別っていうのは1937年日中戦争が始まった年に描かれました。で次にご紹介した形態学のためには1939年ヨーロッパで第二次世界大戦が始まった年です。そしてこの絵はですね1941年太平洋戦争の年です。そういう具合に戦争はどんどん拡大していくわけですね。そういう難しい時代の中で前衛的なよくわからない絵を描いていたら、世間から冷たい目で見られることもありますし、それだけじゃないです。なんか危険な思想なんじゃないかといって取り締まりの対象にすらなってしまうんですね。実際この絵を発表する直前にですね、北脇と同じ団体に所属していた画家が治安維持法違反の疑いで検挙されているんですね。そういう難しい時代の中でそれでもこうした独自の表現で何か表したいことがあったということを現在の私たちは重く受け止めて、そして何とか読み解いていこうというふうにしていかなければいけないと思います。そして読み解いていけばいくほどですね、北脇がやっていた非常に革新的な実験ということに近づいていくことができるわけですね。それこそが美術史の面白さだと思います。今回は限られた数の作品しかご紹介することができませんでしたけれども、北脇は他にも面白い作品をたくさん描いています。この機会に北脇昇という戦争の時代に極めて独創的な絵を描いた画家のことを改めて、興味を持って知っていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。